なんとかなる、なんとかなる、絶対なんとかなる。まゆみのなんとかなるチャンネル、まゆみです。あなたに奇跡が起きます。残りの人生、後悔したくないなら、これを聞け。人生が変わる衝撃、覚悟してください。というのが今日のタイトルですが、今日の話は私が今までお師匠さんの一人さんからいろいろ教わったことをお伝えしている。その中でも最高に衝撃を受けた話です。この話をね、知らないまま残りの人生を過ごすなんて私には考えられないです。あなたも今日この話を聞くとですね、ここからの人生、幸せにしかなれませんよ。覚悟はいいですか？チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速参りましょう。今日の話は本当にすごい大切なことです。で、このことを知っておくだけで必ずあなたのすごい財産になります。そしてこれはこれからの地球と人の進む道です。キーワード、それはエッチです。エッチです。エッチ、それはひとりさんのエッチね、惜しい。違います。それはエッチとは水素です。水素です。これからの地球が美しい地球、あと元気な地球に進む道も本当に水素エネルギーですね。分かりやすいのは車も水素で走るとね、出るのは本当にお水だけね。で、そして人間もここから進む道というのは水素です。まず私たちのね、体の 63% を構成している元素が、これが水素です。すごいですよね。で、食べ物ね、要は食べ物自体もいろんな私たちが食べるものとかも全部水素。そうです。水素です。ね、それで構成されている。だから私たちは水素を食べて生きているっていうことですね。で、その水素足すタンパク質っていうものが私たちの体の中の臓器の主成分になってるんですよ。すごいですよね。だから臓器、いろんな体の中のこの見えないものを作ってるのも水素が主成分なんですね。で、本当に科学でも分かってきたのは、人間が老化していくこと、あとは病気の原因っていうのが、これが科学でも分かったことで、それは何かっていうと悪玉活性酸素ですね。これ悪玉活性酸素っていうのは、私たちが呼吸をするだけで体の中に吸うだけでできちゃう体の中にできるサビですね。分かりやすく言うとね、いろんな鉄とかも外に置いとくと酸化するとかって言って錆びます。ね、お顔も今ね、よく還元力っていう言葉も言うけど、体とかが要は錆びるっていうことですね。その悪玉活性酸素っていう体の錆だけにそれにくっついて、そして悪玉活性酸素をぐっとくっついて、それで体の外にお水として出してくれるのが、もうこれが水素です。だから車と似てますよね。水素エネルギーで走るとお水だけが出るみたいに、人間も水素でその悪いものとくっついてお水で出してくれる。すごいんですよ。だからこれからの時代ね、本当人生100年時代って言われてます。でも人間は125年まで生きられるって言われてるけれど、本当に何が大事かっていうと、病気にならない自分作り、ね、これが最大のポイントですね。で、これが最大の本当に社会貢献、ボランティアっていうふうにも言われてますね。そうです。で、しかもこの、ね、病気にならない自分作り、あと、ね、そのことを自分が分かって、それを人にも無償の愛でね、大切な人にも伝えるっていうのが、それがこれからの魂の時代の生き方ですね。で、今日は私が水素ってね、本当にすごいなと感動した本があって、それをご紹介します。もうこれね、こちらの健康長寿最後の決め手、水素がすごい
っていう本なんですけど、ね、本当はこの本ね、ぜひ読んでいただきたいんですけれど、なかなか本を見つけたりとか、あとはね、するのも大変だったりとか、読むのも苦手っていう方もいらっしゃるかと思うので、私がこの中のね、私がもうまず読みます。読みます。で、その中でもこの中の全部読むと大変ですからね、この中の本当に私の感動したお話を、これを聞くとですね、あなたの人生が変わる衝撃を受けます。そして残りの人生、絶対後悔しないで済む。何があっても大丈夫っていうことが本当に分かります。すごい体験談があるので、これを読みますね。では、いきます。水素のおかげで数値がびっくりするほど下がって夢のような生活。初めての孫が生まれました。生まれてすぐに母乳を上手に飲めず、ガボガボっと戻してしまいます。何か変な病気かな、どうしようと心配していました。退院してからも戻し続け、顔がカサカサからぐじゅぐじゅになり、ドロドロの顔になってしまいました。体中かゆみでかきむしり、頭の髪の毛も引きむしり、かきむしり、まだらの田んぼ状態でした。かわいそうで大変な状態でした。アレルギーとアトピーで肌も10倍弱いと言われました。牛乳、卵、油、肉などアレルギーと思われるものを除去しても相変わらずぐちゅぐちゅドロドロ。ステロイドはなるべく使いたくないと頑張っていましたが、娘もストレスでガリガリに痩せて辛い毎日でした。ベビーカーのフォローをかぶせて人に見えないように隠すようにして歩いていました。3人目の先生にお米、白米が原因と言われ、びっくりしてご飯を食べさせるのをやめたらツルツルになりました。母乳で育てていたので、娘も好きなものを食べずにおにぎりを持ち歩いていました。そのおにぎりが原因でした。ショックです。ご飯が食べられないなんて、この子は大きくなるんだろうかと心配でした。2歳になるまでさつまいもと人参ジュースだけで育てました。アレルギーはまだ潜んでいて、少しでも口にしたら真っ赤に腫れ上がり、ボコボコになって救急病院に行く日々でした。2009年12月、食べる水素と出会いました。恐る恐る少しずつ食べさせてみました。食べても大丈夫でした。娘に話して毎日朝夕飲ませました。その後血液検査はアレルギーの数値がびっくりするほど下がっていました。先生もびっくりしていました。完全になくなったわけではありません。まだアレルギーの数値はあります。ただ今まで食べられなかったご飯、卵、肉、油、お菓子、いろいろな食べ物が大丈夫になりました。夢のような生活になりました。食べる水素のおかげで人生が変わりました。その子ももう8歳になりました。今は元気なサッカー少年です。毎週サッカーの試合で日焼けして真っ黒です。そして、奇形児と言われ歩けないと言われた子がサッカーをしている。次の子の妊娠8ヶ月の定期検診の時、娘が泣きながら、ママ、奇形児と言われた、どうしようと電話がありました。娘はショックで泣きじゃくるばかりでかわいそうな状態でした。左足が右足の3倍、左下半身が血管腫です。赤い肌です。リンパ管腫とリンパ脳腫、左のお腹と左足にボコボコ腫瘍がありますと言われました。左足が3倍もあって歩けるんですかと質問したら、歩けません。今はいい車椅子と松葉杖があるから命には関わらないのでいいんじゃないですかと言われました。娘は泣くばかりです。左下半身が大きすぎて普通分娩はできません。血管腫もあるので大出血したら大変なことになるので帝王切開になります。日にちを決めてくださいと淡々と言われました。薬剤師の大崎先生に奇形児と言われました。どうしたらいいですかと連絡しました。先生は手や足がないわけではないのでお腹の中で改善するかもしれないので娘さんに水素を飲ませてみてくださいと言われました。上の子のひどいアレルギーとアトピーが改善しているので食べる水素にはすごいとの確信がありました。その時点では妊婦さんに食べる水素を取った結果がまだ発表されてなかったので心配はありましたが気持ちは落ち着いていました。でも本当にドキドキの妊婦生活でした。
帝王切開の前日、水素を飲んでおきなさいと机の上に置いて帰りました。帝王切開の日、娘がママ全部食べたからとのこと。びっくりです。帝王切開で次男が生まれました。主治医の先生も思っていたより小さく生まれたね、よかったと言ってくれました。娘はまだ麻酔が効いています。次男は救急車で厚生年金病院に運ばれました。娘はいつ麻酔が切れるんですかと質問したら、もうとっくに切れてますよと言われたそうです。自分の赤ちゃんはいないのにびっくりする速さでベビールームに他の人の赤ちゃんを見に行けたそうです。周りはびっくりです。水素の力です。次男は厚生年金病院で精密検査を9日間しました。腎臓の裏側に4センチ弱の腫瘍があります。生命に関わるので手術はできません。今の医学では治りません。どこの病院に行っても無駄ですよ。治せません。左下半身に腫瘍がボコボコあります。足の腫瘍は抗がん剤で固めますと言われました。心臓の薬が効くかもしれない。何の薬がといろいろ言っていました。生まれたばかりの赤ちゃんに抗がん剤は絶対嫌です。本当に歩けなくなります。固めるなんてひどいです。今の医学で治らないのなら試したいこともあるのでと言って無理やり連れて帰りました。経過観察だけお願いしますと言って1ヶ月に一度病院に行きました。2月2日に生まれて3月4月5月、腫瘍はだんだん小さくなりました。先生は何をしてるんですかなんて聞きもしませんでした。どんどん小さくなってるので6月をお休みして7月に来てくださいと言われて、7月で4センチあった腫瘍が消えました。赤ちゃんの頃は朝夕と白湯に溶かして果汁用の哺乳瓶で飲ませました。もちろん娘にも飲ませて母乳からも水素です。水素のクリームも腫瘍にべちゃべちゃ塗りました。4月の検査で急に小さくなりました。5ヶ月で4センチ弱の腫瘍が消えたのはすごいことです。奇跡です。コップが使えるようになって白湯に溶かした水素をコップで飲むようになりました。幼稚園の年少さんから3歳からそのまま何個でもまとめて飲むようになりました。本当に上手に飲みます。毎日おしっこ検査しています。時々体調の悪い時は多めに飲むと言ってきます。足の腫瘍はまだボコボコありますが、普通に10ヶ月から歩き出しました。幼稚園の年長さんの運動会では一等でした。涙でした。今は元気に5歳の年長さんです。毎日水素を幼稚園に持って行き、給食前と夕方寝る前に自分で飲んでいます。お兄ちゃんと一緒にサッカークラブに入っています。歩けませんと言われた次男がサッカーをしています。奇跡です。奇形児と言われどうしようと、生まれる間の2ヶ月間、娘もどんな気持ちで生活してきたか、帝王切開の恐怖、生まれてからの恐怖、その時はどんな風にして過ごしてきたか覚えていません。水素の奇跡のおかげで改善されて、先生が思っていたより軽く、肌も普通の色、少し左足が大きく生まれてきました。水素に出会っていなかったら2人とも大変な人生だったと思います。水素で人生が変わりました。水素のない人生は考えられません。2人とも笑顔いっぱいです。水素のおかげです。次男は水素は神様と言っています。長男は水素は神様からの贈り物と言っています。水素兄弟幸せです。感謝です。ありがとうございます。お座りするときお尻が痛くて座れないと泣いたことがありました。足の甲が腫れて靴が履けないと泣いたこともありました。骨折もしました。水素で早く治りました。風邪をもらっても早く治ります。すべて水素で助けられました。今はニコニコ笑顔いっぱいです。来年はピカピカの1年生になりますというね。すごいですよね。水素って本当にすごいですよね。もう感動してしまって、これを読んだ時にもうね、だって私たちの生きる希望ですよね。そうなんです。本当ね、人って病気になるとその字の通りにね、気が病になっちゃうんですよね。先に明かりが見えなくなっちゃう。
ね、それがこの水素のことを知っておくと、もうそれだけでね、いつも自分の人生の明かりになる。ね、何があっても私は大丈夫、なんとかなる。ね、そう思える。これこそがまずね、あなたの人生の奇跡です。で、私は今ね、本当に自分にとってこの水素のことをね、本当に伝えるのがこれからのね、私たちの生きる道だよっていうことを、本当にこれを伝えることが自分の使命と思っています。で、自分にもよくて、目の前のあなたにもよくて、世の中の人にとってもよくて、地球にもよくて、そして神様が喜んでくれる。そうするとこれね、四方よしどころか五方よしですよね。五方よしね。だから今日のね、この動画はとにかくまずは私は大切なあなたに本当に見てほしかったんです。で、このことを知らないで残りの人生絶対後悔してほしくなかったんですね。どんなことがあっても。そして今日このね動画であなたが感銘したら、あなたの大切な人にもぜひこの動画をシェアしてあげて教えてあげてください。はい。で、それとですね、今すごい楽しいことを一緒に始めたんですね。はい。世界中に水素を広めたいね、なんとかたいね、広めたいということで、世界中にね、本当に広める水ソムリエプロジェクトというのを始めました。水ソムリエですよ。楽しいでしょ。で、その水ソムリエっていうのはね、これからの地球と人の進むね、道の水素、ね、地球と人の進む道の水素、その素晴らしさを無償の愛で広めてくださる水素を愛する人という意味で、私たちオフィスまゆみがジョークで作った言葉です。だからワインのソムリエさん的な感じね。ソムリエ様はワインを愛するね、本当にワインのことが分かる方っていうことで、水ソムリエはね、水素を愛する人という意味で作ったジョークの言葉です。で、こんなですね、可愛いバッジも作りました。水ソムリエって書いてあるんですけどね、可愛いでしょ。でね、この動画を100人にシェアしてくださった方には、そうですよ、この水ソムリエバッジをプレゼントするという楽しい企画をスタートいたしました。はい。ぜひね、よかったら楽しくチャレンジしてくださいませ。ね、私もそっかーって感動した、楽しくちょっとチャレンジしたいなっていう方は、オフィスまゆみのホームページに詳しく載ってますので、またそちらも見てください。はい。でもこの動画をね、シェアしてくれればいいだけですよ。ね。よかったらやってみてください。はい。私はね、このチャンネルを通していつも見てくださるあなたのことが大好きです。ね。大好きなあなたと、ね、残りの人生も共に楽しみたいなって思ってます。だからあなたがいつも元気でいること、いつも綺麗でいること、いつも若々しくいること、いつも健康でいること、それを本当に心から願ってます。そして私がね、今あなたのことを思うように、ね、あなたにも大切な方がいて、そのあなたがあなたの大切な人にこの動画をシェアしてくれて、ね、そこから本当に幸せの輪がどんどん大きくなってこの世界に広まる、ね、それを本当に心から願ってるし信じてます。無償の愛にあふれるあなたに奇跡が山ほど来ますよ。はい、今日は本当にありがとうございます。いつも本当に大好きです。では、いきますよ。なんとかなる、絶対なんとかなる。ありがとうございます。